皆さんこんにちは、レンで和す。樹です。今日はちょっとポッサムを作りたいと思います。さっき和樹にスーパーに行ってもらって巨大な豚バラブロックを買ってもらったので、ね、ポッサムは韓国料理の一つで茹でたバージョンのサムギョプサルみたいな感じのイメージかな、っていうので今から作っていきたいと思います。それ丸ごと入れるの？これ僕はいつも丸ごと入れるけどね。で、生姜とネギ、長ネギも切って全部入れるの？これ玉ねぎも？なんかこれが美味しかった。じゃあ玉ねぎはこれ芯取ってたけど芯取んなくてよかった、これいつも怖いんだよね、こいつも。結構丸ごとなのね。でも生姜それ臭みが取れるから生姜入れるとらしいよ、ソースは。であとニンニクさ、本当は気持ちはもっと入れたいけどレンに文句言われるから2かけだけです。たったの大丈夫です、2かけで。ニンニクは味噌とか入れるの？入れないの？入れるらしい。なんか別に入れなくてもいい、でも入れてもいいみたいな、いろんなレシピがあるから僕はこんだけ入れます。入れた方が美味しそう。なんかいつもなんか前作った時も入れてた気がする。じゃあ賞味期限近いんでもっと入れます。はい。醤油酸醤を目分量入れます。多分大丈夫だと思います。油結構入れたね。で、なんか日本酒さんもちょっと料理酒入れて、でなんかみりんも入れます。これだ。であとなんか砂糖だけ入れます。ね、これもごめんなさい、目分量です。で、あと一番大事、塩。結構濃いめの味付けが好きなので僕は、あと胡椒を好きなだけ入れます。で、それでネギはちょっとでかいね、ちぎっていっぱい余ってたのでいっぱい入れてきます。で、ここまでできたらあとはもう待ちです。閉めます。いってらっしゃい。ずっとこのまま40分とか1時間ぐらい？なんかね、40分から1時間ぐらいとはどのレシピにも書いてあったけど、ね、じゃあ待ちね。待ちです。バイバイ。じゃあ待ってる間にハイボール飲みます。さっき作った。めっちゃ炭酸強い。あ、やばい、入れすぎた。それまだありそう。いや、ちょっとあるかも。ソーダストリームって結構さ、ジュワーってやんないとさ、炭酸ないよね。微炭酸だよね。強い炭酸にしたければ4秒ぐらいで書いてあった気がするけど、それかける2やってやっとこの症状。じゃあ、お疲れ様です。じゃあこれを茹でてる間にお酒でも飲みながら飾り付けっていうか、そのなんだっけ、飾り付けじゃない準備をしていきますか。キムチさ、これやったからレンジャー、これネギキムチよそってもらって。ネギにキムチの汁をあえてますね。キムチの汁の活用法よ。その MBTI 結構まだ何とかって結構話したりとかもするじゃん。でね、僕最近気づいたことがあって、僕ずっとさ ESFJ って言ってたじゃん。領事館ね。そうでもなんか僕多分主人公の気がしてきて、ENFJ、なんでかって言ったら、この前友達で ENFJ の子がいたのね。で喋ってたら、うわ近いねみたいな、すっごい性格似てるんですね、僕と。で、何が違うんだろうね、ENFJ と ESFJ、で調べたら、なんだっけ、N か S2 番目の文字が違うってなってて、例えば例を例えるんだったら、その ESFJ の人は、初めて作るレシピを見て、そのレシピ通りに作る人、でそれに対して ENFJ の人は、レシピを見たら作ったこともないのに自分流に足しちゃう人が ENFJ なのかな、ENFJ なのって。
それじゃん。足すから助かる。なんか喧嘩するときにさ結構 S と N に分かれる気がしてて、なんか和樹は自分は S だと思うのね。でなんか S の人ってその喧嘩起こったことに対してめちゃめちゃ言うの。まあ、まあね。でも自分は怒ったことっていうよりかはなぜ怒ったのかについてめっちゃ言うのN の人。だからそれでなんか S の人にとったらなんでその前のことを言うんだみたいな、そこじゃないじゃん、怒ったのがこれじゃん、だからそれをやらなければいいじゃん、になっちゃうんだけど、自分の場合は怒ったことっていうよりかはなぜ怒ったのかっていうのを一生言い続けるから、でそこじゃないじゃん、なんで怒ったか考えないといけないじゃんみたいなのですごいすれ違う気がして多分そういうとこがすごいなんか S と N の違いが出るだろうなってめっちゃね感じてた。 N の人は考えても考えなくていいことを考えすぎちゃって考えないだよね、動けない人が多いと思う N の人。なんかそのだって考えても切れないじゃん。思い立ったらすぐ行動したいし、やらなきゃ僕の性格的にだらけちゃってめんどくさくなっちゃうから、だからまあどっちがいいかっていうのはないよね。その場面によってね、いい時もあれば悪い時もみんなあるっていう。そうですね。決めつけは良くないので、そういう傾向にあるっていうのをね、頭に置きながら考えてもらえれば。はい、じゃあ完成しましたので開けていきます。ドドン。おお、すごい美味しそうだね。もうじゃあもう火消しちゃうねこれ。でこれを切っていくの？そうです。はーい。こんな感じかな。いいのかな。もうすごい綺麗。完成しました。めちゃめちゃ美味しそうじゃない？うまくできたよね。今まで作った中で一番美味しそうかも。ポッサムの中で。ポッサムって調べてその盛り付けを再現してるね、韓国の人とかどう思うかな、これ見てちげえよってなるのかな。なるのかもしんないそんなんじゃねえよダメじゃん。でも美味しそう。食べよう。できました。できました。めっちゃ美味しそうだね。食べようってことでポッサムにと言ったらドダーン。チャミする？最高じゃん。レに内緒で買ってきた。そう、お肉と一緒に。レマスカットだったら好きでしょ、味。大好き。じゃあこれ飲み切らないといけない。いや一緒でいいんだよね。なんか韓国の人こうやってるの。おお。飲もう。じゃあお次しますね。じゃーん。じゃーん。よし、じゃあ早速もう食べていい？お腹空いた。食べましょう。美味しそうめっちゃ。プルプルだよ。いただきます。美味しい。いただきます。肉さ、柔らかさかっこいいじゃん。うまっ。違法行為。産地なしで肉を食べることは違法行為。なんかそういえばさ、もう今年もさ、ちょっと2ヶ月ぐらいじゃん。でさ、なんかどういう1年だったんだろうって振り返ろうとしちゃうね。そしたら台湾でさ占いしたじゃん。有名な人の占いした時に、なんて言われたんだっけと思って、いろいろ振り返ってたの。なんか録音とかしたりさ、メモとかしたじゃん。で振り返ってたらさ、そういうこと言われたなみたいな人が何個かあって、懐かしいね。台湾でだってもう1年半前ぐらい、1年ちょうど1年前ぐらいか、去年の9月だから。覚えてる。懐かしい。なんかメモしたじゃん。メモ。ちょっと待って、どれだっけ。録音もしてて、
録音の許可もらってるね、撮っていいですかって言ったら「あ、オッケーオッケー」みたいな「いいよ」みたいな。これじゃないんだもん、本当だ。このファイル。あ、そう、これ見てた。なんかそもそも2023年と2024年が運があまり良くないって言われた。なんか何もするなってなんか言われてた。前世はお前は将軍だからみたいなだから大丈夫だみたいなつって言われなかった。そうそうそう、なんか将軍だからお前は強いんだって言われてた。あとあなたはな、前世が将軍、軍隊の将軍、軍隊の将軍だからまだ強いんですよ、あなたが。で実際どうなのこの2000なんだっけ、いわゆる今年まで振り返ってみて、あ悪いってなってて、実際どうだった？占い通りだった？すごい良いこともなければすごい悪いこともないっていう感じだったかも。現状維持って感じかな。なんか和樹も言われてたよね。2023年っていうのはあんまり運が良くない。僕は2022年、2023年、2024年がお前は最悪なの何もするな、そこに出会った人も信じるなみたいな、っていう感じで言われてたかな。話しすぎるな、信用するなみたいな、でも2025年からハッピーっていうのを言われたのは覚えてる。めっちゃそれとさ、なんかさ、その職業が自分は定年までできる仕事に就けって言われて、公務員とか兵隊もいいって言われたよね。軍隊入れ。そう、軍隊入れで公務員もずっと仕事それやれって言われて、長く続けろみたいな。そう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 っていうの言われた。運転するなって言われた。なんかさ、なんだっけ、40代から50代とかで絶対に事故を起こすみたいな。交通事故、アクシデントね、交通事故が向いてるさ。これがな、40代と50代に一度二度来るの。だからこれが怖い。そう。だからやる運転をするな。言ったからな。みたいな言われたやつ。言われた。なんだっけ、占いは未然防止みたいな。言ったからな、やんだよみたいな感じで。めっちゃ強く言われた。もう運転しちゃダメ。だから知っちゃダメ。占いはな、未然防止。言ったからな、注意すればなんとか違うね。特に夜10時以降運転するなって言われた。40代ってことはあとじゃあ12年か13年は運転していいってことかな。しちゃダメなのかな。でも10時以降はダメなんだよね、確か。夜中10時はあんまりしないで、人に頼むか、近いところいい、遠いところはしないで。絶対そもそもダメみたいな。ね、分かったみたいな。言ったからな、私。相当だよ、多分絶対するから、本当にやめた方がいい。怖いんだけど。絶対ダメ。僕は運転するよ、いい。あとあれだ、お前絶対裁判するなって言われて。裁判で裁判したら負けるから、70%、80% 負けるから裁判を向いてるの。裁判、裁判乗ったら70、80% 負けるだから絶対乗っちゃダメ、ね、裁判はしてないわ、2024。分かんないよ、まだあと1ヶ月ぐらいあるから。確かに何か起こるかもね。それかもしれないけど、気抜いちゃダメだよ。絶対するなって言われたもんね。そう、負ける、お前は負けるみたいな。80% って結構な確率で負けるよね。ほとんど負けると勝つ見込みないじゃん。ないないない、だからやめよう。あれ面白かったな、企画だった。あと病気系もね。そう、病気ね。心臓悪い、甲状腺、そう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 、なんかホルモン系お前弱いって言われて、なんか注意しろって言われたね。それぐらいかもね。和樹はなんだっけ。僕はなんかさ、レンはすごいさ、めっちゃ怒られてたじゃん。でも僕は逆にそんな怒られるとかじゃなくてさ、あなたはなんかすっごい褒められてください、頭いい、でもやる気ないみたいなで、やる気を出してなんかやれば家がなんか2軒も3軒も建つみたいな頭いいな。だけどちょっとやる気がいないねそう、これを直せば金持ちになるけど、頭がいい、やる気がない。これアンバランスね。そうだから、まあ、あなた自分が頑張れば家も2軒以上持ってるから、これがないとないからやる気ね、これ出してくださいね。それもやる気出してよ。それ以外2軒3軒も建つんだよ。
やる気出したらそれがめっちゃ記憶に残ってるかな、言われてるの一番最初の辺に言ってたよね。であとはなんだろあれじゃない、ご先祖様に水で亡くなった人がいるから、なんか船とか気をつけろって言われてます。船はダメ、飛行機は OK だから。あと家でもトイレとか風呂とか水回りは注意しろみたいな、そういう感じだったかな僕は。最後の方とかも終わった後になんだっけ、普通にあなたたちカップルみたいな言われたよね。全然言ってなかったんだけど、恋人みたいな、そうカップルだっけ恋人だっけ、そうでそれではいみたいな感じで言ったらね、相性はいいって言ってたよね。性格違う人がいいって言ってたもんね。あとなんか出身地が遠い人がいいっていうのを言ってたし、だから台湾の占い師さん曰く僕たち大丈夫って言ってた。でもあれだよね、なんか2022、24までは、運があんまり良くないけど、25以降2人ともハッピーみたいな感じだったから、もしかすると来年ね、なんかいいことが起こるのかもしれないよ。今運が不安ですよ、だから2023と2024がな、あなた2人運があんまり良くないから、俺ちょっと現状維持にしなさい。再来年からは治るから、再来年12月だから再来年の夏からアップ、なんかハッピーね、だから思った通りで何でもね、決めることがあれば変化するなら再来年の7月以降、今年さ、なんか何したかって言ったらさ、なんだろう、本当に2023年の延長線上って言ったらすごいあれかもしれないけど、悪いこともなく、もちろんいいことはたくさんあったけど、ガラッと生活が変わったってことはなかったじゃん。だからね、確かに本当に楽しい状態のまま2023年から年を越して、2024年になったから、すごい楽しい1年だった僕は。来年何か大きなことがあるのかもね。ね、5、6個ね、気になるよね、普通に楽しみ。まあでも楽しいですよ、絶対。そうね。とりあえず和樹はやる気さえ出せば家が2軒も3軒も建つから、とりあえずやる気を出してもらって、家が建つんだもん。そう僕はもうひたすら公務員みたいに続ければね、いいから。の寝室で毎日仕事して続ければ、すごく成功するって言われたから、専門性を持ってね、僕は頑張って和樹やる気を出して家を建ててもらって2軒3軒建ててもらったら僕は嬉しいな。僕はそれが2025年にあるんじゃない？2軒3軒。じゃあ僕が頑張って家が多分そことあっちとあそこで今日はあっちの家で、今日はあっちの家帰るわみたいな。違うですかね。僕のいびきがうるさくて、今日はあっちの家寝るってそれからこっちに寝てくれこっちの家で寝て俺こっちで寝るからって移動する家ごと家ごと、まあそういうことか。今年もまだ11月だけどね、あと2ヶ月あるから。まあ2025年の自分たちにせっかくのチャミスルで乾杯。2025年も僕たち自分たちの幸せを願って乾杯。乾杯。じゃーん。今日も僕たちの動画を見てくださりありがとうございます。ポッサム参考になりましたでしょうか？ならない、僕だってならない。全部目分量で言ってるから誰もならない。確かにもう切ってボーンって入れて終わりだもんね。美味しかったよね。美味しかった。過去一美味しかったこのポッサム、本当に。意外とわさびがあったっていう。わさび美味しかったね。ぜひポッサムを家で作る機会があったら僕たちのおすすめとしてはわさびを入れてみてください。そうだね。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。でもちゃんと野菜と一緒に食べる。肉だけほんとダメだよ。めっちゃ脂っこいんだから。野菜と一緒に食べないといけない。絶対レンは得意。